9時をお知らせします。This program is Whiskey Radio, Drama FM. 時刻は午後9時を回りました。金曜日の夜のウイスキーラジオ、ドラマ FM のお時間です。お相手はナビゲーターのシーカーでお送りします。この番組ではウイスキーニュースをはじめ、バーで見かけたら一度召し上がっていただきたいウイスキーをご紹介していきます。ぜひお酒を飲みながらどうぞ最後までお付き合いください。スコッチブレンデッドウイスキーオールドパーのキャンペーンが9月1日から全国の飲食店で順次スタートします。対象となるのはオールドパー12年、またはオールドパーシルバーを注文した方。1杯のオーダーでオリジナルグッズが当たる抽選に参加できるという企画です。開催地域は東京、仙台、福岡が9月1日から10月31日まで。そして名古屋と大阪は11月4日から12月31日までとなっています。詳しい情報は食べログの特設ページで案内されています。今回のキャンペーンではオールドパーと料理のペアリングも楽しめるのが魅力。和食はもちろん洋食との組み合わせも提案されており、食事の時間をより贅沢にしてくれる内容となっています。オールドパーは2025年の世界的なスピリッツコンペティションで合計9つの賞を受賞した名門ブランド。調和の取れた豊かな香りと味わい、そして長い余韻が特徴で、特に和食との相性が高く評価されています。特徴的なボトルデザインも人気で、陶器を思わせる独特のひび模様やわずかに傾いた形状が伝統と個性を象徴しています。またオールドパーシルバーはフルーティーでスムースな味わいが魅力の一本。ソーダ割りにしても美味しく、コストパフォーマンスの高さも評価されています。今回の企画は食事をもっと楽しく、ウイスキーをもっと身近にという思いから生まれたもの。食事とのペアリングを通じてウイスキーの新たな魅力に触れられるチャンスです。9月から始まるオールドパーのキャンペーン、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。それでは海外ニュースをお届けしたいと思います。スコットランドスペイサイド地方から新たな挑戦のニュースです。シングルモルトウイスキーの蒸留所グレンアラヒーが革新的な限定シリーズシンティスの第2弾を発表しました。第1弾は昨年登場したチンカピンオークとペドロ・ヒメネスダルでの熟成でした。豊かな甘みと重厚感のバランスが絶妙と話題を呼び、発売直後から品薄になったのは記憶に新しいところです。そして今回の第2弾シンティスパート2ではさらに大胆な試みが行われました。熟成に使用したのはオロロソシェリーダルとスコットランド産のバージンオークです。ちなみにスコットランド産のバージンオークは極めて珍しく、まさに前例の少ない挑戦と言えます。アルコール度数は 58.3%。樽からそのままボトリングするカスクストレングスの使用で、力強くも繊細な味わいが楽しめる一本に仕上がっています。マスターディスラーのビリー・ウォーカー氏は今回のリリースについて次のように語っています。ウイスキー作りの革新は創造性にあります。異なる樽を丁寧に組み合わせることで全く新しい個性が生まれます。今回はスコットランド産バージンオークの力強さを際立たせ、それをオロロソシェリーの奥深さと融合させることで冒険的でありながら同時に時を超えた安心感を持つ一本を目指しました。気になるテイスティングノートですが、シンダルからはバニラやハニカム、モカのような濃厚で贅沢な風味が感じられます。一方、オロロソシェリダルからはスパイスやドライフルーツの温かみが加わり、深みのある味わいを形成。まさに好奇心と安心感の両立を体現したシングルモルトになっています。今回の新作シンティスパート2、正式名称は2015スコッチバージンオーク&オロロソシェリーカスクマチュアロ。希望小売価格は73ポンド99ペンス。
日本円にしておよそ1万4000円前後。現在は蒸留所の公式サイトで販売が始まっており、今後世界各国で順次リリースされる予定です。グレンアラヒーの新たな挑戦に今後も世界中のウイスキーファンから熱い視線が注がれそうです。動画の概要欄に公式サイトのリンクを貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ドラム FM では皆さんからのお便りを募集しています。いただいた内容は番組内でご紹介させていただきますので、おすすめのウイスキーや素敵なバーのご紹介などをコメント欄にお寄せください。感想や質問も大丈夫です。たくさんのお便りをお待ちしています。それでは今日のゲストなんですけども、この番組ではゲストと称しまして、私が購入したウイスキーを皆さんにご紹介したいと思います。本日はサマーホール蒸留所からザ・ブルディ編10年です。エディンバラに150年以上ぶりに誕生した独立系ジン蒸留所、それがサマーホール蒸留所です。ここで作られるピッカリングジンは1947年のオリジナルレシピを元にした9種類のボタニカルを使用するクラシックなジンで、豊かなコクとバランスの取れた味わいが特徴です。2013年、蒸留所を設立したのはマットとマーカスの2人。エンジニアリングや家具修復、不動産改装といった異なる経験を持ちながら、長年の友人でありパートナーでもありました。拠点となったのはかつて獣医学学校の施設だった建物の一角。廃墟となっていた犬舎を見つけたことがジン作りを始めるきっかけとなりました。ちょうどその時、マーカスの父の知人から古いジンのレシピを受け継ぎます。蒸留経験はありませんでしたが、研究と試行錯誤を重ね、独自のスタイルを築いてきました。できるはずがないと言われながらも挑戦を続けた結果、現在では数々の賞を受ける蒸留所へと成長。サマーホール蒸留所はこれからも新しいジンの可能性を追求していきます。今回ご紹介するザ・ブルディ編10年シングルモルトは、ハイランドモルトをサマーホール蒸留所が独自に熟成、ボトリングしたシングルモルトになります。非公開のハイランド蒸留所で製造され、アメリカンオークダルで最低10年間熟成されました。17世紀のスコットランドでは、高額な税金を逃れるために、密造修行者たちがよく放覧中のメンドリの巣にボトルを隠していたそうです。その逸話から放覧するメンドリを指すブルディ編が名付けられました。どんな味がするんでしょうか。ではストレートでいただいてみたいと思います。はい、注ぎ終わりました。色味は明るいゴールドですね。早速香りからいただいてみたいと思います。トップノートは焼きたてのアップルパイ。ミドルノートはシナモンとクローブ。ラストノートはリンゴや桃のふんわりとした甘い香りに包まれます。では味わってみたいと思います。口当たりは滑らかでボディはミディアム。ブラウンシュガーを使った素朴なアップルパイ。バニラの甘さにミルキーなニュアンス。蜂蜜のかかったナッツにシナモンや大きな渋みのキック。フィニッシュはバニラやフルーツのジャム。ペッパーのスパイスにシナモンとほのかな煙。それらがまろやかに程よく余韻に続きます。
今日はローランドのジンの蒸留所が独自にボトリングした10年熟成のハイランドシングルモルトでした。蒸留所非公開ということも相まってなんともミステリアスなウイスキーです。昔ながらの緑ガラスに金属製の面取りがあしらわれ、細部にこだわったボトルデザインから注がれるウイスキーは王道のハイランドモルトで、どこか懐かしい味わいでした。飲み方を選ばず楽しめそうです。もしバーで見かけることがありましたら、ぜひ召し上がってみてはいかがでしょうか。そろそろお時間となりました。次回のゲストは福島県の天京蒸留所から会津の環境がウイスキー熟成にどう影響を及ぼすのか、それらシステムを構築し実験的な熟成を経て誕生したブレンデッドウイスキーをご紹介したいと思います。このラジオが気に入っていただけましたら、コメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは良い週末を。お相手はシーカーでした。